はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月21日から6月前半の占星術の星の動きの解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏はペンタクルス10でしたね。はい、まずソードの7、そしてマジシャン、スター、ストレングス、ジャスティス、エンペラー、死神、すごい大アルカナがドドーンって感じですが、気をつけることや対策がソードの3と、ペンタクルスの5の逆、そしてオラクルは吊るし人の逆です。面白いですね。まずちょっと星の話なんですが、やはり5月21日以降はですね、太陽が双子座に入るということで、とっても双子座のね、軽快なエネルギーが強くなります。で、ちょうど水星も今双子座に入っていますし、特に水星はね、5月の31日、6月1日までは双子座にいるので、その5月の本当にこの末ぐらいっていうのはすごく早く物事が動くような、悪く言うと落ち着きがなくなるとか、刺激が多いとか、何かを始めたくなるみたいな、そんなエネルギーが強いんですね。よく言うとビジネスがすごくうまくいったり流れたり、人との交流も盛んになったり、勉強がすごく進んだりということで、とにかく流れがあると。でこの流れにうまく乗ればうまくいくし、なんか嫌なことも乗せちゃったら広がるよねみたいな、そういう感じもあります。なので真実を伝えるとか自分らしさを表現するっていうことに関してはとっても素晴らしいんですけど、例えばフェイクニュースとかも流れちゃうみたいな、そういう感じだと思います。なのでなんかとても頭の中が忙しいんじゃないかなっていう感じがします。ただ5月のね19日以降、金星という社交性とか豊かさとか愛情とか、そういう自分にとっての大事なものっていうものが蟹座に入ることによって、お羊座さんにとっては自分の心の中に大事なものがあるっていうか、やっぱりこれを大切にしていきたいなとか、何か気持ちの中でも少しほんわかするものがあるとか、例えば家族のことが落ち着いているとか、自分の家が心地いいとか、自分の無意識ですね、意識の中が少しまろやかになるみたいなエネルギーもあるので、なんか優しさを受け取ってるのかなって感じがします。そして、特になんですが5月26日前後っていうのがとってもこの風のエネルギーがすごく強いんですね。なので勉強にしろ交渉にしろビジネス、自分がやりたいことを何か形にしていくとか、そういうのもとってもいい動きがあります。でその上でなんですが、このカードで見た時にとにかく強いわけです。もうマジシャンから始まって死神で終わるっていう、ものすごく全部ダイヤルカナでドドドンっていうメッセージが強いわけなんですけど、おそらくやはりこの流れにのっとってというか、お羊座さんはこれまで自分の中で温めてきたこととか、自分がやってみたかったこと、まさに自分にとっての夢や理想っていうものを形にできるようなバイタリティがある。そして今ここでストレングスというカードも出ているので、不可能を可能にする力があるっていうのかな。今まではいつまでたっても自分はまだまだだみたいな形で、自分をいつまでたっても自分に OK 出せなかったことが今の自分でできるんじゃないかなとか、今の自分だからこそこれでいいんじゃないかなっていうような、何か否定していたものを肯定できるみたいな、そういったエネルギーがあるのかなと思いますし、でそのエネルギーでいくと全てが可能に見えてくるっていうのでしょうか。そうですよね。意識の中でできるとか大丈夫だと思うからこそ進んでいけるみたいなのがあるので、とっても何か新しいものっていうよりも、自分の中に昔からあったものでやってみたいと思っていたことが膨らんでいきそうな、でそのきっかけをつかみそうな勢いがすごくあります。なんか本当にもうまさに今から開花しそうな、なんか土の中から出てきそうな、でも土が盛り上がっているみたいな、なんかそんな感じですかね。だけどやっぱり意識的にここでソードの5というカードが出ていて、なんか本当にそれをなんか出していいのかとか、本当にそれをやっていいのかっていう疑いだったりとか、他者の目を気にする部分っていうのもあるのかなっていう感じがすごく出ています。なのですごく
なんていうかもう土の中に埋まってて、もう土がもうメリメリと盛り上がって今にも出そうみたいな、そういうエネルギーがすごくあるにもかかわらず、抑えている、自分で抑えているっていう感じもあるんです。なのでおそらくですけど、現状でやっぱりストレングスが出てるってことは、自分の意識の中では大丈夫なんじゃないかなっていう気持ちが芽生えてきている。だけどそれを表に出した時に他者からの反応だったりとか、なんか意見っていうものに構えているみたいな、そんな感じかもしれません。でも実際はここでジャスティスとかエンペラーっていうのが出ているので、とってもなんか物事をうまくバランス取りながら、自分にとって一番何が大切なのかっていう自分の正義に従った行動ができるっていうふうにも出ていますし、ここでやっぱりエンペラーっていうのはもう本当にお羊座さんの力を最大限に発揮してるっていう感じもあるので、挑戦していくのかなっていう感じがすごくあります。挑戦していくって言っても何かその無茶なことに手をかけるとかではなくって、自分の中にあった強さを思い出したり、自分の中にもともと備わっていた才能や気質に目覚めるみたいな、そういったニュアンスだなって思いました。でその上で最終カードとしてやっぱ死神のカードが出るっていうのは、今まで自分が足りないと思って外側から埋めていたエネルギーをやめるみたいな、そんな感じでしょうか。例えば本当に自分がそれが好きで楽しくてやっているっていうことに関しては全然問題ないわけですけども、何かが足りないからやらなくちゃいけないと思っていたことに関しては、もう外から埋める必要はないなみたいな感じで、ちゃんと自分の中でけりをつけられるというか、終止符を打てるみたいな感じがあります。そして気をつけることや対策として言われているのが、やっぱりここでソードの3にペンタクスの5の逆が出てるっていうのは、やっぱりなんか風当たりを気にしてるというか、初めて外気に触れる幼児みたいなそんな感じもあり、植物にしても何にしてもね、本当に価値ある命だったり可能性っていうものが生まれようとしてるんだけれども、それがやっぱ周りの環境によってどのようにそれを評価されるのかっていうところで誤解を生まないようにねって感じがしました。そして一番誤解を生んでほしくないのは、ご自身が見てる自分像っていうものをあまり低くしないでねって感じでしょうか。ソードの3っていうのはなんか他者から傷つけられるみたいな感じで思う方もいらっしゃるんですけど、他者の言葉や周りのことで傷つくっていうのは、やっぱりその思いが自分の中にあるからこそ、他者に言われたらグサッとくるみたいな感じで、全くもって自分の中にその思いがなければ何も言われても傷つかないわけですよね。だからなんかちょっと不安にも思ってるとか、心配、自分を責めたくなるような意識を誰かに代弁されることによってグサッとくるっていう感じがあったり、あとはやっぱりなんか自分の価値って本当に分かってるかなみたいな、そういうお問い合わせですね、このカードは。本当はかけがえのないものや、自分のオリジナリティや個性や才能っていうものは自分にしかないものなんですけれども、それをやはり他者と比べてどうだっていうふうにしか自分を評価してこなかった。でも誰とも比べられるものじゃない自分の価値っていうものを自分が一番見てなかったんじゃないですかみたいな感じのメッセージだなと思ったんです。そしてやっぱオラクルで言われているのが、一回自分が見てるその視点を変えてみましょうっていう感じがあるんですね。なのでちょっとこれは重要なメッセージだなというふうに思いました。何かここで自分を認めるエネルギーと外側からの圧力っていうもので大きな動きがあるんですね。なので気をつけていただきたいのは、せっかく自分から生まれてきているその可能性というものを自分で止めないようにということと、あとじゃあそれを出したところで結局自分は評価されないんだとか、自分はダメなんだっていうふうに自分で自分を過小評価しないようにということと、あとこれがないとダメなんだと思っていた外側から埋めていたものって何なんだろうっていうことをちょっと自分の中で思い返してみていただくと、必要なかったなって、もう卒業だなって思えることがあるのかなというふうに思いました。深いな。ちょっとちょっとこれを踏まえてお仕事のことを見てみましょうか。仕事ね、どっちにしても仕事もなんかうまく回りやすい時ですしね、この5月の末、特に5月の末もだし、6月の前半は前半ですごく、豊かな感じがあるから、ちょっと仕事で見てみますね。
カップの8、カップの2、ワントのページということで、やっぱり人との交流が非常にいいですね。話が進むっていうか、何かコラボしたりとか相談したりすることでなんか解決策が見えたりとか、とてもやっぱり誰かとの関係性が非常にいいよっていうふうに出てますし、その人から優しさを受け取ったり自分が何かを提供したりということで、なんかこれまでの価値判断で仕事を続けるのではなく、やっぱり私は人に対してこう向き合っていきたいんだとか、こういうものを提供できるようになりたいみたいな、何かこうお仕事を何かプロダクトを作るにしても、そのなんか誰かのためになるものみたいな、なんかそういうのもあって、非常にこう情熱はあるんですけれども、これまで自分を保っていたモチベーションではなくなるんだなって感じが出てます。でも人との関係がとてもいいので、やっぱり仕事においてはちょっと営業にしてもセールスにしても交渉にしても、もしくはなんか相談事にしても、そういう人との関係性において開かれる道があるんだなと思いますし、関わることによってより一層自分の中の情熱っていうのに火がついていく、可能性がもっと燃えていく、確実なものになっていくっていうふうに出ています。ちょっと人間関係見てみましょうか。ちょっと人間関係本当にすいません、ラブメッセージ取る言いながら取れてなかったんですが、この後ちゃんと取ります。でもちょっと一応見ときますね。軽くというか。カップのナイトいいですね。スター、カップページいいですね。なんか特別に誰かという人がこう登場してきてるわけじゃなかったとしても、この5月の末から6月の前半にかけてっていうのは、とにかく情報や人との会話や何かがこう流れてるって感じがすごくするんですね。なので人に頼ってみるというか、自分が助けを求めるというか、誰かにちょっと相談したいんだけどとか、そういうふうに向かっていくっていうのはとってもいいですし、そこから自分って本当にこんなに人からの優しさに飢えていたんだという感覚だったりとか、自分は何気にやっていたことってこんなに人の役に立っていたんだとか、そういう意味ですごく感情が満たされますっていうふうに出ているので、そしてとてもコードカードが2枚出てますし、やっぱり関わる人との関係において感情は非常に豊かになる感じがするので、恐れずに自分の感情を見せていくとか関わっていくっていう風にしていただいたらいいのかなと思いました。そしてなんかスターというカードも出ていて、ここにも出ているので、なんかもうすでにこれまでの環境の中で関係性においては学んだことがたくさんあり、そこで学べたことが自分の強さというか強みとしてこれからも人と向き合っていけるんじゃないですかみたいな感じが出てます。決して評価が悪いわけではないので、他者からの、そこは自信を持っておいてください。一体何をねやめるんでしょうね。ちょっとこれ気になるのでもう一枚見させてください。ペンタクルズの10、何かやっぱりあれですね、なんだろう、例えばの話ですけど、家族を、今特にね家族とかそういう優しさとかが浮上してるからこそかもしれないんですけど、家族に対して自分が何かしなきゃいけないとか、ちょっとベタな例でいくと、例えば結婚できるのかなとかどうなのかなと思っていたことに対して、いやもう私の本当の望む生き方っていうのはこうだから、これがあれがいいんだっていうことで余計なことを考えない。例えば家族に振り回されないとか、いやもう結婚とかもういいですとか、家族として結婚とか家族はあるけどそれはそれとして自分の生き方をちゃんと追求していくみたいな、そういうなんかちょっと心地いい境界線っていうのかな、飲まれない心地よさみたいなものがありますね。何か強く自立するみたいな、そんな感じかもしれません。そんな感じが強いかな。ちょっと最後にもう一番オラクルカード見てみますね。どっちにしようかな。これにしてみようかな。はい、オラクルカード、4月おひつい座さんはどうでしょう。
このカードなんかちょっとこれ読めません、私は読めませんが、皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。でもすごくいいね、階段を登っていく、光とともに階段を登っていく、進んでいくっていう感じが出てて、今のこの星の流れとぴったりだなっていうふうに思いました。はい、ということでありがとうございます。この後すぐまたラブメッセージ、あと人間関係に特化した内容を取っていきます。今回もありがとうございます。失礼します。